買わずに後悔するよりかは、買った後いろいろ悩んだ方がまあいいだろうってことで、それをまた旧車を買う上での楽しみの一つかなってことで。ボーイズ&ギルズ TV、 今日はですねちょっと面白いとこからお送りしておりますが、可愛い車と、素敵なオーナーさんに来ていただきました。お名前は浦太郎です。浦太郎さん、年齢はおいくつでしょうか？はい、今年で24になります。24歳。お仕事何されてますでしょうか？はい、カーデザイナーをしております。カーデザイナー。そしてどちらからいらっしゃいましたか？静岡県は浜松市です。はい、実は今日ここは静岡県浜松市、セミもギャンギャン鳴いております。高いところから失礼いたします。そしてこちら車なんでしょうか？はい、鈴木キャリーです。鈴木キャリー、年式は1989年式です。89年式。今日はですね、浜松から浦太郎さんと鈴木キャリー89年式たっぷりお届けします。愛車遍歴を教えてください。以前はマツダデミオの 13S に乗っていました。はい、はい、じゃあ2代目ということですね。はい、なぜ鈴木キャリーにしたんでしょうか？旧車がすごく好きだったんですけれども、まあちょっと手頃な価格帯の旧車は何かないかなというのと、あとちょっと仕事の都合上この後いろいろちょっと引っ越しとかもあったりするので、そうなった時にちょっと家具とか結構いっぱい買ってしまったので、いっぱい家具とかを積めやすい車なんだろうなって考えた時に軽トラになったっていうのと、あとデミオがオートマだったんですけど、マニュアルの車何がいいかなってなった時に親戚から結構軽トラおすすめだよっていうふうに。じゃあ親戚の方からもお墨付きでどんなとこ気に入ってますか？やっぱりこのフロントフェイス周りがすごく気に入っていて、可愛いですよね。そうですね、愛らしい。特にこのフロントライト周り、なんかパンダみたいになって、確かにね、可愛い。そうですよね。この黒縁が結構お気に入りですね。なるほど。あとはこのホイールなんですけど、ホイール、これがちょっと買った時からずっとついていたもので、これ純正のホイールですか？これ純正ではなくてアルトのホイールなんですよ。アルトみたいです。これ確かになんかついてそう。アルトにこれ合ってますね。でもなんかね、そうなんですよ、合ってるんですよ。どこでどうやって買ったんでしょうか？最初はフリマアプリでこの車をもうパッと見つけて、で半分衝動買いになったんですけども、フリマサイトで見つけた途端もうすぐ電話をかけて、電話をかけたところその中古車販売店さんの方だったんですね。じゃあお店がフリマサイトに出してた。そういうことです。なるほど。2日後ぐらいに実際にちょっと実物を拝見して、画像で見たよりも全然綺麗で、綺麗ですよね。もう全然サビも確かになく、この年代だったらもうサビサビのヨレヨレでね、やれやれな感じしますけど、経年はあるけど綺麗ですもんね。そうですね。ちなみにおいくらするんですか？車検込みで23万円でした。いいですね。やっぱ旧車でもね乗るってちょっと89年好きじゃないですか。躊躇しませんでした？買わずに後悔するよりかは、買った後いろいろ悩んだ方がまあいいだろうってことで、それをまた旧車を買う上での楽しみの一つかなってことで、もう本当に衝動買いだったんで勢いに任せて買っちゃいました。ちょうどボーイズさんのチャンネル登録してたんですけど、ありがとうございます。若い方が結構旧車を持たれてる方がやっぱいまして、そういった動画も見て若い人でも旧車買っていいんだって。ちなみにどんな動画で？アバルトのアウトビアンキと、あとセリカの GTS、女性のオーナーさんのああいった動画を見て、なるほど、モチベも上がったと。モチベも上がったりもします。そっと背中を押させていただきました。鈴木キャリー特徴を教えてください。やっぱ30年前なので、今でも結構希少なキャブ車っていうところですね。で、あと当時の排気量規定の車だったりもするので、540cc しかない。それでキャブ車で。一応 FR っていうことにはなってます。どの辺にエンジン積んでるんでしたっけ？もう本当後ろのここの部分に。荷台のまさにこの辺でございますね。四駆じゃなくて後輪駆動。そうなんです。キャブ車マニュアル、ここにエンジンがあって後輪駆動で 540cc。もう最低限のね、仕様ですよね。他にありますか？
お店の方からも言われてるんですけど、車の性能上ですね、ちょっと70キロ以上出すのはちょっと極力控えてほしいというふうに言われてます。高速とかじゃあんまり乗れない？乗れないですよ。なんならもう大通りバイパスとかもちょっと怖いです。なるほど。はい。他にありますか？そうですね、最近アメリカで軽トラブームがどうやら来てるらしくて、そうなんですか？結構もうニュースとかにも取り上げられてるんですけど、もうこのサイズ感でトラックっていうのがやっぱ向こうの国では魅力的らしいですね。そっか、はい、一応トラックなわけですね。そうなんですよ。自動車ブランドによっても軽トラのキャラクターが違うっていうのも結構魅力らしいですね。そういったこともあってか、最近なんか盗難もなんかあるらしくて、高級車さながらにもう本当にアメリカではもう100何万とかでもう売買されてるらしいので、この20数万円の5台ですら100万超え。なるほど。ここはちょっとのポイントありますか？30年前の車っていうのもあってか、クーラーがないです。ない。送風しかついてないので、もう本当夏場は灼熱地獄ですね。なるほど。はい。じゃあちょっとね、暑くなる前に乗ってみましょう。はい。音がすごい。すごいですね。おお、なんか懐かしいのやった。はい、ということで、念願の、軽トラック、キャリーに乗り込みまして、もうね、ドアを閉める音、エンジンをかける音、走り出す音、もう全てが懐かしいというか、これだったなーっていうね。祖母がネギ農家をやってましたんで。そうなんですか。これね、なんか懐かしいですね。買ってどれぐらいでしたっけ？まだ2ヶ月とかですね。初めて乗った時のこと覚えてます？覚えてますね。もう地面のフィーリングが直に伝わってくる感じっていうのがもう本当にしびれましたね。トラックなのにゴーカートを運転してるような感覚って言った方が正しいんですかね。確かにちょっとね、車高はあるんだけど、こうダイレクト感がそうなんですよ。まあまあある。最近の軽トラックはもう自動ブレーキシステムだったりだとか、いろいろ安全装備もなんかついてるらしいんですけど、もう僕のはもう全然そんなのついてないので、むしろその原始的な車を楽しむっていう面でも、あ、いいなっていう感じでしたね。そうですよね。はい、デミオから乗り換えじゃないですか。はい。どうでした？いや、もうギャップが本当にありすぎてデミオはオートマだったんですけど、もう一応デミオにも自動ブレーキシステムがあったり、ナビ機能も当時にしては最新のものだったりもしたので便利な車だったんですけど、急に重捨てでミッションでクーラーもなくてっていう感じだったので、2日前ぐらいにちょっと買い物にこれに乗って出かけたんですけど、その時はもう本当に灼熱地獄で、着いた先でクラッとなっちゃって、本当に車がオーバーヒートになる前に人がオーバーヒートになっちゃいそうになった。旧車あるある。旧車あるあるなんですから。はい。どれぐらいの頻度で乗ってますか？ほぼ毎日ですね。会社から、帰ってきてドライブスポットって言いますか、一回りするところがあったりするのが、そういったところをぐるぐる回りながら、やっぱちょっと毎日回してあげないとちょっとダメかなという感じだったので、旧車の修理系をやっている YouTuber さんがいるんですけど、その方がもう旧車を長く乗り続けるにはたくさん乗ってあげることっていうふうにおっしゃってたので、そのことをちょっと思い出しながら毎日帰ってから回すようにしてます。確かに。はい。どういうシチュエーションが似合う車だと思います？いや、もうまさにこういう自然のあふれた農道というんですかね。なるほどね。それと静岡県は茶畑がやっぱりすごく多いので、確かに。はい。一番最初に車買った時にもちょっと向かった先が茶畑だったんですけど、そこで写真を撮って、いっぱい撮らせていただきました。なるほどね。あとね、僕思ったんですけど、内装のデザインがね、めちゃくちゃかっこいい。なんかこう鋭角でね、こうデザインされてて、ハンドルもかっこいいし、クラクションがここにあるんですね。そうなんですよ。このエアコンの吹き出し口がね、なかなかユニークな場所についてて、当時はなんかこれが画期的だったみたいですね。これちゃんとデザイナーさんの意思がこう反映されてる。そうなんですよ。さすが鈴木という感じで。リオから急に軽トラでしょ。友達や家族どんな反応でした？いや、まず家族からドン引きされましたね。ドン引き？そうなんですか？いや、軽トラちょっと本当にいいのかよく考えろっていうふうにもうかなり強い口調で言われたんですけど、いや、僕はこの車が欲しいんだと。お友達はどんな反応でした？いや、友達はもう結構、いやー、なんか
お前らしくていいなみたいな。あ、なるほどね、はい、それとのキャラには合ってた、合ってるっていうのと、あとやっぱ軽トラを持ってる友達っていうのが周りにいなかった、いないでしょうね。いないので、友人からも乗せてほしいだったり、はい、特に一番最初に店に行った友達とは結構一緒に乗ってドライブとか行ったりしますね。さっきおっしゃいました23万円でしたっけ、車検込みで。そうですね、はい。他の維持費はどんな感じですか？燃費の方がちょっとまだ測ってないのでよくわからないんですけど、まあ一回ちょっとエンジントラブルといいますかがあって、で、まあ、修理交番に出したんですけど、まあ、それでも3万円ほどで帰ってきたので、鈴木のディーラーに持ってって。実は最初鈴木のディーラーに持ってったんですけど、ちょっと古すぎて、ちょっとディーラーの方もちょっとよく分からなかったようなので、はい、なのでちょっとクラシックカーの専門店さんの方に、クラシックカー専門店さんの方に持って行って、そうなんですよ。そしたら治った？治りましたね。今のところ快調です。じゃあほとんどもうトラブルもないし、丈夫に走ってくれてる？丈夫に走ってます。他に気になってる車とかあったりするんですか？シビックが僕すごく好きなんですけど、グランドシビック、この軽トラと同じ年式の89年式のシビック、かっこいいですね。が実はちょっと気になっていて、実は僕の通ってた学校の先生がその車のデザイナーだったりしたので、そういう意味でもちょっと欲しいなっていう。なかなかないんじゃないですか、この車同様。もうかなり絶滅危惧種で、やっぱりそれこそこの軽トラもそうなんですけど、アメリカに車体だったりパーツだったりいっちゃってるので、見つけるのが結構困難になっちゃいましたね。で、あともう1台、大江千里さんが CM やってた頃のカルタス千里走るの頃のカルタスが僕すごく欲しいんですよ。懐かしい。服装とか音楽とかも80年代ブームみたいなのがあったりして、やっぱり80年代の車って今の車とは全然違う、それこそセダンだったりクーペだったりが多かったり、デートカーブームだったり、やっぱ魅力的なんですね。角張ったカクカクシカジカしたデザインがもう本当にもうしびれますね。確かに、はい、流線的なデザインが増えてきてもするので、そういう時代だからこそ惹かれますね。なるほど。いやー、けど本当面白いね、このワイルドさ。よかったらぜひちょっと運転してもらいたいなと思うんですけど。本当ですか？はい。じゃあちょうど駐車場があるので、ちょっとここで交代しましょう。どんなもんか体験させていただきます。はい。では出発。お願いします。わ、これは面白い。何これ、やばいですね。どうですか？いや、めちゃくちゃいいですよ。いいですか？重捨てなんですけど。いや、ハンドル軽い。軽いですか？現代車みたいに軽い。走ってる時はもう結構指でこう回せちゃうんじゃないかってぐらい、ちょっとマニュアルも入れやすいですね。そうですね。はい。すごい運転しやすい。よかったです。これ当然運転しやすくないとね。農家のおばあちゃんも運転したでしょうから。そうですね。これめちゃくちゃ楽しい。リアルゴーカート。すごい。このチャンネルでは初めての軽トラック。もちろんでございます。軽はね出ていただいたんですけど、軽トラは僕らもね絶望しておりましたんで。よかったです。はい、大好物でございます。これ浦田さん今1台所有ですよね。そうです。はい。なんか不便とかありませんか？大丈夫ですか？不便とかは特にはないです。ほとんど試車として使ってるので、結構普段の買い物だったりだとかにも使ったりもするんですけど、やっぱ荷物がいっぱい乗るっていうのがもうすごく魅力的ですね。絶対農家さんかなとか思うでしょうね。これデートの時どうするんですか？ちょっと同期の女の子とかにも、軽トラ持ってる男ってどうなのっていうふうにちょっと聞いたりもしたんですけど、真面目にこの車を使ってるんだってことが分かれば、私は全然みたいな。なるほど。席が近いので、なるほどね。ここのねスペースもね、そうなんですよ。変な出っ張りもないし、下心も OK と。下心もそうですね。はい、というわけで、楽しい車でございました。ありがとうございます。なんか気分的にはね、ちょっと車高の高いゴーカートというか、そうです。やっぱり 540cc、70キロ以上出したら危ないよっていうのはよく分かったし、いい意味で本当に可愛いし、めちゃくちゃお似合いな車だなっていう感想でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ浦田さん、100点満点中、キャリー何点でしょうか？97点です。97点惜しい。あと3点どこ行った？はい。やっぱりちょっとクーラーですかね。まあでも
本当個人的には僕、旧車がすごく好きな自分にとっては、本当ほぼ文句なしの車でめちゃくちゃ満足してますね。そしてなんかもうキャラクターにぴったりっていうか、そうなんですよ。職場の方たちと集まりがあった時に、僕の軽トラそこで初めて披露見したんですけど、軽トラのおかげで僕の存在を覚えていただいた感じ。いいですね、もう自分のアイコンというかアイデンティティというか、キャラクター付けをしてくれた車。そしてズバリこの車乗り続けますか？もちろん乗り続けたいです。これからいろんな旧車どんどん積極的に乗っていきたいなというふうに思ってるんですけど、この車はこの車でキープして乗っていきたいなと思います。なかなかちょっと同じこんな綺麗な答えにつけるのもなかなかないと思うので。確かに確かに、ということで今回は浜松からボーイズ&ビーズセミがギャン泣きの中浦太郎さんとキャリーでお届けしました。また来るよ。うなぎ食べて帰ろう。